おらすこんでこんばんポテトで今日もデータ難けてきねえと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、至近距離ファーのシュート力加減弱い方が入り説やっていきたいなと思います。ということでですね、本来やっていながらですね、時折思うことがありまして、至近距離のねシュートの時にキーパーと1対1みたいなところの場面の時にですね、割とファーに打つことが多いんですけど、こんな感じで、例えばこんな感じですかね。こんな感じでファーに打ったりとかで、することが多いんですよ。で、その中でも例えばですね、こう抜け出した時にズドンっていう、もうズッドーンみたいな感じで打つパターンもあれば、こんな感じでですね、ちょっとこうゴロみたいなチュルチュルチュルみたいな感じで打つことも多いんですよね。こんな感じで、はい。で、なんかこうやっていった時にですね、なんか僕の個人的にですよ、個人的にはなんか力ないゴロの方がなんか入りやすいんじゃないかなみたいな感覚がちょっとあってですね、これをちょっと実際どうなんだろうっていうところを確かめていきたいなと思います。皆さんは実際どう思いますか？どっちだと思いますかね？で、ちなみに僕、ゴールキーパーだったんですけど、ゴールキーパーだった身からするとゴロの方がだるいですね、こういう時は。とは思うんですけどね、実際ゲームだとどうなのかというところをね、今日はね、確かめていきたいなと思います。はい、ということで検証方法ですね。検証方法はゴールキックをカットしてそのまんまドリブルをしていってですね、このペナルティーアークのね、ここを目印に走っていって、で、この芝生を越えたあたりでシュートを打っていくという形にしていきます。で、その時にですね、パワーゲージを 50% 前後、50% 以上ぐらいのパターンと、あとは本当にできるだけ短く 10% とか、どんなに高くても 30% 以内ぐらいのシュートゲージで打った時に、どっちの方が入りやすいのか、これをね見比べていきたいなと思います。そもそもね、この距離の時のシュートってニアに打つのかファーに打つのかっていうねところもあったりはするかなと思うんですけど、今回に関してはまずはファーの中にファーに打った時っていうのに絞ってね検証していきたいなと思います。で、使っていく選手はキッカーに関してはスアレスにしておきます。決定力をね94、キック力95ぐらいだったかなになっている状態で、かなりね決定力もキック力も高い状態になってますよ。そしてゴールキーパーに関してはブッフォンですね。最近出たブッフォンになっていきます。コラプシングも99まで上がってますから、一番至近距離に対してはね強い状態になってるんじゃないかなと思います。あとは個人的にね、なんかブッフォンってやっぱ至近距離強い印象あるんで、これで差が出るのであればね、多分他のゴールキーパーでも同じこと言えるんじゃないかなと思ったので、これで見ていきたいなと思います。はい、ということでやっていきましょう。まずはですね、早速なんですが、まずはですね、ファーに、力強くね、打っていくパターンを見ていただいているかなと思います。結構ね、この距離で思いっきり打たれてる感じだからね。こんな感じでやっていった時にですね、割とね、印象としてはね、あ、それ止めるんだ。おーみたいな感じの印象は強かったかなと思っております。で、今回は50本ずつ打ってきましたよという形で、ある程度傾向が見えればよかったんで、それぐらいにしておきましたというところですかね。はい、そのまま今度はパワーゲージ弱めでね、見ていきたいなと思います。パワーゲージ弱めの方はですね、理不尽に止めてるって印象はない。ただボールも弱いんで、なんか派手に弾くってことはなかったっていうのもありますかね。なんかゴロゴロでも結構入ってるなって印象も結構ありましたかね。やってた感じで言うと、これも入っていくんだなみたいな。届いてなさそうだなみたいな感じはありましたね。でもなんか普通にコラプシングうまいっすね。手本のような弾き方してるなと思う時がありましたね。はい、というところで見ていただきました。いかがだったでしょうか。印象としてはやっぱジャックの方が入ってるのかなって印象はありますが、結果見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、ということで上がパワーゲージ強い方ですね。で、下がパワーゲージ弱い方になっておりますよという形で見ていくとですね、セーブ率強い方は 60% 止めてました。で、40% ぐらいが入っていたよということですね。で、弱の方はセーブ率 44% まで下がりましたね。結構下がったよね。でも印象的にはやっぱでもそれぐらい下がってるかもなと思いました。むしろ。パワーゲージだけで結構変わるね。こう見ると。もちろんね、キックモーションがパワーゲージ少ない方がね、速くなってるんで、そういった違いもあるとは思います。あるとは思いますが、そういうとこも含めてね、それぐらい差が出るんだなっていうのは面白いですね、これ。じゃあちょっとね、これ数字だけ見てもしょうがないんで、ちょっと比べていきたいなと思います。まずはこの2つのシーンですね、リプレイのシーンなんですけど、こういう入ったシーンと、このようにですね、パワーゲージ強い方と弱い方のね、
リプレイのシーンなんですけど、ちょっと画角同じだったんで比べていきたいなと思います。で、こんな感じで、はい、上がパワーゲージ弱い方ですね。これごめんなさい。逆の方が分かりやすかったな。上がパワーゲージ弱の方、こっちがパワーゲージ強い方な。見ていくと、どっちもね、結局間に合ってなさそうな感じで、ゴールインという形になりました。ちょっと比べて、重ねてみてもですね、ゴールキーパーってそもそもですね、僕ゴールキーパーだから分かるんですけど、ゴールキーパーってそもそもシュート打つ、相手が打つ瞬間にスモールジャンプみたいなのをするんですね。こうやってジャンプ、微妙にスモールジャンプするんです。で、そこのタイミングとか、あとはその後のね、反応のスピードっていうのはそんなには変わってないですよね。だからどっち、そのパワーゲージが弱くても強くても、反応スピードが別に遅くなってるとかではなさそうな感じがまず一つ言えるかなと思います。そしてもう一個、このシーンのリプレイも見ていきたいんですけど、これ本当はこの後のシュートがあったからそこのリプレイだったんですけど、こんな感じで弾いたシーンがありましたよ。この後本当はね、ネイマールが打って外れたんで、このリプレイが出たんですけど、このシーンの弾いたところ、これをね、ちょっと比べていきたいんですけど、下がパワーゲージ強い方で、こっちもパワーゲージ強い方で弾いたシーンなんですけど、球のスピード自体は一緒ですよね。ちょうど同じぐらいだと思うんですけど、こっちはですね、ほら、もう弾いてるんですよ、この時に。これ逆手っても右に飛ぶ時に左手が出ることを逆手って言うんですけど、逆手が出てですね、ちゃんと弾いてるんですよ。で、コースもそんな変わってないんですよね。こっちの方がね、多分ボールの高さは低い。で、こっちの方がちょっと高いんですよね。で、逆手が出て、弾いていると。で、こっちは全然間に合わずにゴールインってしてる感じなんですよね。で、これね、ちょっと重ねて比べていくと、こっち黒くなっちゃってるんですけど、これね、こっちが弾いた方ね。ゴールインされちゃった方は、まだ飛んでないんですよね。ここはですね、明らかに反応スピードがちょっと違いが出てます。で、これね、以前のね、検証の時にも言ったんですけど、先ほど言ったように、キックのタイミングでジャンプします。で、着地した時の話なんですけど、着地した時に、ゴールインされた方は着地してから、足の左足で一瞬着地して、その後右足に重心乗っけてから、こう飛んでるんですよね。わかりますかね？ジャンプして左足右足で飛んでるんですよ。なのでスモールジャンプしてからジャンプに移るまでに若干のラグがあるんですよね。でそれに対してさっきの止めた方のシーンですね、こっちで行くとスモールジャンプして着地した時にはもうジャンプモーション入ってるんですよね。これわかりますかね？ほんと微妙な差なんですけど、こっちで見た方が分かりやすいのかな。着地したこの時にはもうかかとが浮いてる、もう右足も浮いてますよね。着地と同時にジャンプモーション入ってるんですよね。この違い。はい。でこれ以前の検証の時にもアップデート入る前の時かなにも言ったことあるんですけど、ゴールキーパーってね、多分ランダム性で超反応みたいなする時があるんですよね。だから同じコースだとしても止めれる時と止めれない時があるみたいなところがあるのかなと思います。で今回これに関しては完全にこっちは超反応みたいな形が出たタイミングですね。でこっちは出なかったというそんな違いがあるのかなと思います。今度はパワーゲージね、弱い方同士で比べていきたいんですけど、この青の方は、失点する方ですね。止められなかった時で、白い方普通の方が止められたシーンなんですけど、比べていくとですね、パスのスピードとかシュートのスピードとかここは同じなんですよね。なんですけどこんな感じで片方は止めれずに片方は止めているというようなシーンになってました。でこの辺の違いとかなんですけど、これはですね、この蹴る瞬間のとこ見ていきたいんですけど、この青い方のブッフォンがですね、この蹴る瞬間にちょっとポジション修正してるんですよ。こっちに分かりますかね？こっち側にですね、一瞬ポジション修正をしてるんですよ。これほら分かりますかね？なのでここの時にポジションがこっち側に寄ってるんですよ。ニア側にね。でこっち側は寄ってないんですよ、逆にね。なのでその辺の違いでこういうこう止めれる止めれないの、ね、差が出てしまったというところは言えるんじゃないかなとは思いますね。こういうこのポジションのズレとかに関してはもう流れの中でやっていくんで、
多少なりともあるとは思うんですよね。なので、さっき言った超反応だけではない、それだけじゃない要素というのはね、こういったあったりはするんだよというところですかね。で、あともう一個のシーンなんですけど、これもね、青い方が止めれなかったシーンで、普通の方が、止めれたシーンなんですけど、このどっちもゴロ、パワーゲージ弱い方なんですけど、これに関してはね、ポジショニング同じなんですよ。同じなんですけど、反応も同じですね。反応も同じなんですけど、青い方は止めれてないんですね。で、ここの違いなんですけど、わかりますかね。ここまではほぼほぼ同じ動きしてるんですよ。で、こっからなんですけど、青い方は、そのまま倒れ込んで手出してるんですね。で、こっちの通常の方は、ボールに合わせて後ろに飛んでるんですよ、これ。わかるかなこれ。最終的にこう後ろに手出してるんですよ、これ。こっち側に手出してるの。青い方はここに手出してるけど、通常の方はこっち側後ろに手出してるんですよ。こんな違いが出たと。そして最後ですね、パワーゲージ弱い方と強い方、どっちもね、比べていきたいなと思うんですけど、青い方はゴロ、パワーゲージ弱くてゴールしてしまうシーンです。で、こっちの通常の方はパワーゲージ強い方で弾くシーンですね。これを持ってきました。これを比べていきたいなと思うんですけど、蹴る瞬間合わせてきました。蹴る場所もね、ほぼほぼ同じなんですけども、やっていくとですね、明らかにパワーゲージ強い方が、スピードは速いですね。それはそうですよね。速くなってるんですけど、この時には、はい。通常の方はもう弾いてるんですよ。ボール触ってるんですよ。で、まだこっちのゴロに関しては、まだボールはね、触れる位置には来てないんですけど、この後ですね、ほら、手が間に合ってないんですよ。最終的に間に合ってないんですね。で、これなんかもこうやって見ていくとですね、肩の付け根から手を伸ばしてる位置っていうのかな。ここの距離っていうのはね、そんな変わってないの分かりますかね。だけどこっちは届いてないんですよ、ボールに。これなんか見るとね、手を伸ばしてるところ自体は変わってないんですよね。なんですけど届いていないと。というのもですね、このゴロのここって体のこの軸足が残ってる以上はですね、ちょっとねまだ伸ばしにくいんですね。これ抜かないと、この右足、ここで言うと右足かな、右足を抜かないと、倒れ込まないと届かないんですよね、ゴロって。なのでコラプシング、それが以前実写で説明したことがあるんですけど、まさにそれなんですけど、なのですごく難しいところにはなるんですよね。なので結果的にですね、ボールスピードは遅いんだけども、こっちの方が手を伸ばすまでに時間がかかってしまっているという形なんですよね。で、逆にですね、こっちの今弾いたシーン、この弾いたシーン、これの高さってちょっと多分ね、お腹ぐらいだと思うんですよね。お腹ぐらいって正直ゴールキーパーからすると一番弾きやすい場所に近いんですよね。手を伸ばせばそのまま届くんで、速くてもですね、高さがこれぐらいだと一番反応しやすいので、弾かれてしまった。間に合ってしまったという感じですかね。で、逆に言えばゴロであればシュートスピードは遅いんだけども間に合わずにゴールしてしまうというような違いが出てくるんじゃないかなと思いました。これがね視覚的にもで僕のゴールキーパーの経験からしても納得のことになったかなと思います。これは結構面白いですね。はい、というところが見えてきたんで、ごめんなさい、ちょっとねマニアックな話をつらつらと話してしまったんですが、今日は結論です。至近距離ファーはパワーゲージ弱い方が入りやすいとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。だいぶ専門的なね話もしちゃったかなとは思うんですが、ファーはね多分ゴロの方が入りやすいのかなと思いましたね。これはねだいぶ数字的にもそうだし視覚的にもだいぶ納得できたかなと個人的には思ってます。どうですかね。結構面白いですよね。細かいよね。もう相変わらずこの EFT っていうゲームは細かいなと、細かいところまでちゃんとやってんなと思うんですが、でもそんな感じはありましたね。なのでですね、こういったこれからのね至近距離のシーンとかあったらそれこそね余裕があればあるほどゴロでね打てるといいのかなとは思いました。これは時と場合にもよったりして全然違いますけど、一概にとは言い切れないかもしれませんが、ただね余裕がある時こそねなんかズドンって行きたくなるんですけど、そこは落ち着いてゴロでねちょんって打ってあげるといいのかなとは思ったので、この辺をねぜひ参考にしてみてください。はい、ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方でね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。最後ね、もうちょっとだけマニアックな話して終わりたいなと思います。
はい、ということで、ここから雑談やっていきます。いや、違いがね、今回ね、ファーのところ出てきましたね、というところなんですけど、そもそもね、ゴールキーパーが一番取りにくい場所ってどこかって皆さんご存知ですかね。なんとなく知ってるかもしれませんが、これは僕の個人的な感想にもなっていきますけども、基本的にはですね、ゴールキーパーが一番取りにくいのは、例えばゴールキーパー立ってたとしたら、この辺りと、この片上ですね、ここ。まずここのね、ゴロのここに関しては、今回のまさに、検証でやった場所になるんですけど、ここはね、一番取りにくいですね。これはね、先ほど言った通りですね、軸足、この右足を抜かないとね、届かない位置なんですよね。なので、非常に時間がかかる。手が届くまでに時間がかかるので、取りにくい場所になっていきます。で、ちなみにこれがもうちょっとこの辺まで来ると、そうでもなくなります。この辺になってくると足が出るんで、足が届くんで、そうでもなくなる。足が届かないけど、ゴロの部分っていうのかな。そういったところっていうのはやっぱりね、取りにくくなっていくっていう感じはありますかね。で、これがね、もうちょっと遠くなると、そうでもなくなるっていうかね、これは、ね、飛んじゃえばいけたりするんで、シュートスピードはもちろんありますけど、にはなっていきたりしますね。なので、この足がギリギリ届かないけど、なんかゴロでみたいなところっていうのは、ちょっとね、取りにくいんですよ。正直、このね、一番遠いところのゴロよりはこっちの方が結構だるかったりしますね。時々場合によりますけど、ね。で、あとは片上ですね。ここに関してはね、さっきと同じような理由になるんですけど、この手がね、ここにまで手出るまでにね、すごい時間かかるんですよね。この肘を曲げて、ここに出すってまでに時間がすごいかかってしまうんですね、実は。なので、ここって一番だるいんですよ、ゴールキーパーからするとね。日本対ドイツ戦の時に浅野選手がこう最後決めた時あったじゃないですか、ワールドカップでね。まさにあれとかも2点目なんかはそうなんですよね。ノイアーのね、多分ここの辺をね、抜いてるんですよ。角度ないところからね。あれはもう本当に手出ないですね、あれは。ちょっと気になった方はぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、なのでそういったところがね、実はゴールキーパーにあってね、あるんですよね。全然どうでもいい話なんですけど。これがね、だからゲームでもちゃんと再現されてるっていうのがすごいなと思いましたね。なんか実写動画とかでね、ゴールキーパーの基礎とかやってみたい。なんか面白そうですよ。それはそれで。はい、というところですかね。でもこのブッフォンのこのコラプシングのこの仕方とかね、割とね、結構再現性高いなと思いましたね。僕はですけど、個人的にはこの右足をもうちょっと早く抜くかなって感じはしますけど、でも結構再現性高いなと思いましたね。何の話やいいや、どうでもいいや。ちょっとまたね、この辺の検証ね、今回はファーやったんですけど、じゃあ今度ニアどうなんだとかね、ニアとファーそもそもどっちの方が決まりやすいんだみたいな話とかもいろいろしていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれでやりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。